こんにちは。コスプレイヤーの逆ヨガだよ。今回は大の大冒険に登場する大の剣を作っていました。ご覧の通り初期バージョンの方の鞘も作っていました。僕が子供の頃に見ていた大の大冒険のアニメは大の剣が登場するまでもなく打ち切られちゃったので、今度はぜひ見てみたいですね。それでは早速みんなで作ってみましょう。材料はオリハルコンです。というのは嘘で COS ボードという材料からパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、Amazon や楽天などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄で型紙のリンクや COS ボードの販売店を詳しくまとめてます。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずは刃の端を斜めに切りたいので、切り口を型紙を使ってマーキングしていきます。マーキングを元に斜め切りしていきます。こういった切り抜きの際は、オルファーの特選黒刃というものを使うと、切れ味がいいのでとてもやりやすくなります。ホームセンターで売っています。てなわけで一通り切り終わりました。後ほど芯材として棒を仕込むのですが、そのための溝を掘ります。まずカッターの刃先を少し出して切れ目を入れます。そしてその切れ目を浮かして反り落としていきます。動画だとサクッとやってるように見えますが、意外とこれが手間がかかるので、じっくり時間かけてやってみてください。細い園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ノコギリで程よい長さに切ります。ちなみに中身はグラスファイバーという素材が入っていてとても丈夫です。瞬間接着剤を使って園芸用の棒を接着します。そしてもう一枚の刃をその上から接着します。瞬間接着剤は100均ので OK だよ。これを貼り終わったら刃の組み立て完了です。逆ヨガ大の大冒険の動画は他にも色々あります。この動画の後にぜひ他のも見ていってくださいね。鞘のパーツを組み合わせていきます。これも瞬間接着剤で順次接着していくという形になります。ところで、僕の名前は逆ヨガだと言ったが、あれは嘘だ。俺は魔界の名工、ロン・ベルクだ。ハンダゴテの先端の熱で筋を掘っていきます。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで売られています。柄を組み立てます。まずは端のパーツを斜めに切って形を出していきます。これも内側に棒を通すので溝を作っていきます。溝の作り方は刃の方と同じですね。2枚のパーツを瞬間接着剤を使って貼り合わせます。角ばったままだとおかしいので角を削ぎ落としておきます。筋をハンダゴテで掘ります。ハンダで掘っていると煙が出ることがありますが、健康に悪いと思いますので吸わないようにしてください。ポンチで薄い COS ボードをくり抜きます。そしてさらに小さいポンチで切り抜いてリングを作ります。それを接着します。ポンチはホームセンターで買いました。これにて組み立て完了。次は塗装に行くよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらまずはラッカースプレーで真っ黒に仕上げます。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。次は銀色に塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。刃先だけ残して塗り分けたいのでマスキングテープを貼り付けます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売られてます。クリアブルーを塗っていきます。ちょっと動画だと色の変化が分かりづらいかもしれないですね。塗り終わったのでマスキングを剥がします。ドッキドキの瞬間、バッチリですね。トゥルルルトゥットゥットゥ。再びマスキングテープで色を塗り分けます。
白っぽい青を塗っていきます。今度は塚を塗っていきます。作業の流れはこれまでと同じような感じになっております。塗装が終わったので瞬間接着剤で塚を接着します。逆用が動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。まずは大きい方形粉を作ります。クリスタルレジンというものを使います。2つの液を混ぜると固まります。ミスターカラーを混ぜて色をつけます。それをシリコン型に流します。クリスタルレジンは Amazon で買いました。詳しい使い方を過去の動画で解説しますので、そちらも参考にしてください。完成したものを接着します。今度は小さい方の方形粉を作ります。UV レジンという紫外線で固まるものを使います。これも同じようにミスターカラーを混ぜて UV ライトを当てて硬化させます。UV レジンは手芸店や100均に売ってます。UV レジンについても過去の動画で詳しく解説します。型から外したら本体に接着して、これにて剣の完成です。全長は100センチ、重量は 160g となっております。中に園芸用の棒が入ってますので丈夫です。アバーンストラッシュを出しても大丈夫だよ。鞘を組み立てていきます。まずは箱の部分を組み立てます。これは単純に箱状に組み立てていくだけですね。剣がすんなり入るように内部の幅は剣より 3mm ほど大きくなってます。引き続き先端の鉄のような感じのパーツを貼り付けていきます。薄いボードからポンチを使って丸いパーツをくり抜いていきます。瞬間接着剤でそれらを貼り付けます。角が立ったままだとおかしいので、角をカッターナイフで削ぎ落とします。鞘の口のパーツの固定のためにネオジム磁石を接着しておきます。ネオジム磁石はダイソーで買ってきました。磁力がとても強くて最近よく使っています。とても便利です。鞘の口の部分を組み立てます。こちらも同様にネオジム磁石をつけておきます。縁取りパーツを接着していきます。細かい装飾パーツを貼るために型紙を使って貼り付け位置をマーキングしておきます。マーキングをもとに細かなパーツを貼り付けていきます。最後にパーツを一つになるように組み立てていきます。これで鞘の組み立て完了。次は塗装やで。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。剣と同じ手順で塗装していきます。造形ベースを塗って、まずは真っ黒に塗って、その後はエアブラシを使って先端の方を金色に塗ります。残りの部位は茶色に塗り上げていきます。口のパーツはまず青に塗ります。色の塗り分けのためにマスキングを施します。そして金色を塗ったら塗装は完了となります。ベルトを組み立てていきます。まずは合皮をカットします。それに薄い COS ボードをボンド G17 で貼り付けていきます。合皮は手芸店で売ってます。田舎住まいの僕はいい手芸店がないので、オンラインショップのキャラノという生地店を使ってます。ボンド G17 はホームセンターや100均に売ってます。ポンチで穴を開けていきます。あらかじめ COS ボードで作っておいたバックルパーツやベルトループを接着します。バックルはフェイクで実際の装着はマジックテープで行います。100均で買ったマジックテープをボンド G17 で接着します。できたベルトを瞬間接着剤で本体へと接着します。最後に磁石を使って鞘の口を両側に取り付けたら完成やで。鞘の全長は80センチ、重量は 160g となります。一通りの制作時間は17時間、材料費は4000円です。質問があればコメントでお気軽にどうぞ。現状まだアニメでは出てきてませんので原作を参考にしてます。アニメで出てきたらデザインやカラーなど少し違ったりするかもしれませんが、その点はご了承ください。というわけで今回は大の剣でした。皆さんもこれを作ってアバンストラッシュをやりましょう。
どうでもいいですが、アバンストラッシュってもちろんアバン先生が考えたんですけど、自分の技の名前に自分の名前入れちゃうなんて、さすがアバン先生、お茶目だね。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。